球道系団長です。あ、行き過ぎた。京本くん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。今回はですね、プラモデルいっぱいありますよね。これ何かと言いますと、前回特訓がね、地球道の中身をさっと何分だったっけ？ 1 分か2分。そんなことはないか。何でしたっけ？忘れたね。なんかその時間内に紹介する動画あったじゃないですか。あれを無念と言い続け、何か形にできないかということで、地球道で 2,3 ヶ月仕入れたやつ紹介しちゃうのどうだろうかと。ここ 2,3 ヶ月こんなもの仕入れてみましたシリーズをやっていきたいと思います。今回第1弾です。探りですね。というわけで年に4回ですね、ぐらいの感じでこんなものを仕入れてみましたよというのをね紹介できたらと思います。結構ありますからね、 2,3 ヶ月でいうとね、なんかおあれあるじゃんみたいなね紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。はい、よいしょ、ドン。これね60分の1に見えるでしょ、特訓。これね100分の1なんですよ、このサイズ。やばいよね。これねマスターグレード EX なんですよ。 MG に EX ですよ。 MGEX ですよ。すごい。これね何がすごいかと言いますと、この横をね見ていただくと、このフレームに LED の配線するなんかゴムみたいなのが入ってて、じゃん、赤と緑に光る。マジっすか？やばいでしょ、おとくん。これもうついにもう光る時代来ましたから。赤と緑2タイプありますから、すごいよね。だからもう配線を全部言うたら平たいゴムに全部入れてしまって、各所光るようにしているから、一部だけ強い光が当たるんじゃなくて、全体的にふわっと光る。でこれ誰にも手に取られることなく1週間過ぎておりますから地球道売ってますので、どんどんなんか嫁に引き取っていただけたらと思いますね。これね話題になったのに地球道売れ残ってるみたいなね、これねまだあるんですよ。では続きましてはじゃん、タミヤさんのネオバンキッシュジャパンカップ2020ですね。うちの動画でも紹介させてもらったVZ シャーシのね、あれのクリアボディが入ってるやつなんですけど、これね本当にすごくて、発売前完売っていう謎の言葉がつくぐらい、発売した日にもうどこの店舗にもないやばい商品って聞いてたのに、1ヶ月経ってまだあるんですよ。地球道ってそういう店なんだよね、多分ね。まだまだあります。ということで、これも嫁の行き手探してます。今回そういう動画ですから、特に、僕が嫁に行ってもらいたいキット紹介みたいな。じゃあ次行ってきましょうね。はい、一番嫁に行ってほしいキットといえばこちら、じゃん。2020年オリンピック記念モデルハロー。いろいろ問題。2021年だったらもうこれやばいね。これね仕入れちゃったんですよ。パラリンピックまでよ。ガンダムもいますんで、今回はちょっと代表でねハロンに出てきてもらったんですけども、オールスター並ぶとなんか悲しくなってくるから1個だけご紹介します。まだいますのでね、いろんな意味で記念品ですからね。まだいます。続きましてこちら、じゃん、エヴァンゲリオンですね。長谷川さんのアスカラングレーフィギュア付きの、ネルフの車なんですよ。これお客さんとちょっと話題にしてて、これ劇中に出てこなかったよねこの車って言ってね、だからそういう売り方するんだみたいななんか感じで、なんかエヴァでもつけとけば売れると思ったんでしょみたいな感じでちょっと笑ってたんですけど、この間僕劇場版始まるじゃないですか、見返したんですよ。出てました。これ作品に思いっきり出てましたね。なんならこうなんか爆風でぐるぐるぐるってなってました。あそこのシーン。そう、あそこのシーンですね。だからそういったつながりでいくと、じゃん、リアルブレードのエヴァンゲリオンのデラックス版ですよ、特訓。デラックス版がまだ地球堂にいるんですよ。すごいでしょ、地球堂ね。劇場版どうなるんですかね。思いっきりシンジ君と視聴者を置いてきぼりにした美里さんと飛鳥さんが僕もわからないよみたいな見てるこっちもわからないよっていうね、もう非常に楽しみにしてますんでね。でもねこれねデラックス版売れるとちょっと僕嫌かも。僕が作りたいこれ。でお客さんがレジ持ってったらピッて読み込むんだけど、こんな感じです。みたいな。嘘ですよ、買ってくださいね。はい、続きましてはこちら、ガンプラの Q キットシリーズですね。まだまだ結構種類あるんですけど、なんかねここ最近何周年か記念か分かりませんけども、ファーストガンダムだけ再販がバーっとラインナップで出てきて、もう軒並みいるだろうと、全部とりあえず正の字つけとけって言ってたら、タラミスとねバウ、あれがね誰がもうみんな探してるっていう。そうかーみたいなね、なるほどっていう、そこをいっぱい仕入れとけばよかったっていう反省するね回だったんですよ。やっぱ戦艦系はねないですからね、普段キットで。確かに、やっぱ欲しいですよね、ホワイトベースしかり。あとはザクレロとかで、これ久しぶりに
開けてみるとですね、ランナー4枚のね、こう懐かしい気持ちになれるんですよね、だからすごく大人気で探されまくってるものはないですけど、Qキットはある程度地球度にはあります。続きまして、これですね、最近なんかね力入れて仕入れてるんですよ。ロケットモデルズっていうんですけども、戦争があと2年早く始まってたらきっとこんな風に戦車はなってたに違いないっていう、もういろんなね種類出てるんですよ。だいたい4足歩行しますから戦車がこれねかっこいいんですよ、飾ったらめちゃくちゃ、こんな風にしちゃうんですよ。でこれの、日本軍バージョンが新商品で出たので仕入れてみたんですけども、このねこのパッケージ見えます？この危ないことしてるお兄さん爆弾の上に日本刀を持ってっていうねこの戦争の頃の日本に対するイメージたるやつですよ、なんかジャイアンはどの時代にもいたみたいなちょっと悪ガキが載ってますけど、これ本当ね個人的に大好きなんですよ。 AFV 限定の展示会とかあるじゃないですか。こういうの並ぶと邪道なんかねっていうね、これをこう並べてみたいという個人的なこう一石投じるじゃありませんけど戦争が2年早く続いてたらこうなってたんだみたいなっていうね、ちょっとなんかこうパンチ効いたの作ってみたいなっていう方にはもうぜひおすすめ。続きましてこちらじゃん、同友社さんのはしご消防車24分の1、クイックプラモっていうジャンルなんですけど、これ非常に面白くてですね、これね放水可能なんですよ。これすごいでしょ。でこれサウンド機能付き、ランプが光る、ドアもミラーも開閉する、プラモデルを作るための工具も付いてますよと。で接着剤不要とか書いてあるから、最近のその塗装済みキットなのかなと思って、仕入れてみたんですけども、おもちゃっぽいっすよね。なんかおもちゃみたいですね。おもちゃみたいですよね。で実際これ箱の中開けてみるとこんな感じでランナーがないっていうね、だからもう本当にパズルみたいに組み立てて完成しますよっていうね。でこれ第1弾らしいので、今後いろいろ出てきますので、地球度仕入れてみようかなと、思ってます。たまにあるんですよ、小学校1年生ぐらいにちょうどいいキットありませんかっていうね、ランナーから切り取るっていうのがね間違えてパーツ切っちゃったりしますので、もう切り取ってあるのはなかなかいいなと。続きましてはもう思いっきり僕の世代だから仕入れたみたいなとこあるんですけども、フルメタルパニックですね。最終決戦集高形態好きなんですよ。だからもう後ろにこんなウイングついてたらもう買っちゃいますよね。ドラグナー感、そうドラグナーがね本当にかっこよくて、だからもういつもオープニングだけ見てたんですね。前も話してましたけど、中身がね覚えてないはい、こんな感じで。続きましてこちらじゃん、特訓。かっこいい。そうでしょ、丸っこいフォルムがモールドまみれにするとこんなになるっていうすごいっすよね。これはすごいかっこいい。こんなディティールあったっけっていうね。ゲッターロボでございますよ。何があったのっていうぐらいね、なんか違うっすよね。続きましてはこちらじゃん、クラッシャージョーシリーズですねこれ仕入れては売り、仕入れたは売りをね繰り返してまして、結構根強いんですよ、地球堂では。これねオープニングを見てもらいたいですよね。普通オープニングって歌詞ついて歌手が歌ってるじゃないですか。で昔は熱血みたいな感じでこう熱唱系だったんですけども、これね実は歌詞がないんですよ、このオープニング。なんか一つの作品が終わったような気持ちになるっていう何かが起きて爆発して何かがこう終わったところから脱出するみたいな見終わったみたいな、そんな気持ちになるね。なんかほんとねアーティスティックですよね。ぜひこれオープニングだけでも見ていただきたいということで、ぜひぜひちょっと検索してみてほしいと。ジョーの J の形がなんか蝶に見えますね確かにちょうどつばとなどういうこと何どこが蝶今うなずいてたけど。続きましてこちらじゃん、僕はドールハウス系好きなんで動画でも紹介させてもらいましたプラザクリエイトさんのドールハウスとじゃんマイクロエースの懐かしいって言われる方いるんじゃないですか。これなんだこの懐かしい水車小屋でございますよ。このなんかラフなタッチ、未だ現役なんですよこのキット。めっちゃ懐かしいと思いますよ。これ作ったなーみたいな。このシリーズだったかちょっと覚えてないですけど、実際に種植えて草みたいなの生やしてジオラマにするっていうキットあったんですからね。スポンジに水含ませて種を植えますっていうで何週間かしたらジオラマになりますって嘘でしょみたいなそんなキットあったんですけどね、懐かしいな。はい、ジオラマ系といえば長谷川さんの保安機材いいでしょこれ。いいでしょ、こう味がね。ぜひとも女の子フィギュアをねこうやってこうバイトしてもらう風景を作ってもらって、フレームガールズとかぴったりだと思います。12分の1ですから。これガンダムに持たせてもいいと思うんですよ。夜勤してますみたいなね。もうずっと前から出てるんですけどなかなか手に入んなくて3個仕入れちゃった。はい、
早物勝ちでございますから。はい。じゃん。この世界のさらにいくつもの片隅にっていうね。僕はさらにいくつものじゃない方は見たんですよ。これ何が違うんですよ、特に。なんかよりなんかこうストーリーがなんか深掘りされてる感じなんじゃないですかね。僕も見てませんけど。キットの中身もどうなんでしょうね。この世界の片隅にバージョンヤマト出てたんですけど、中身違うんですかね。おっと。ちょっと開けてみましょうか。まあ特に変わってなさそうなんでね。はい。まあヤマトです。はい。あとですね、特に次は N ゲージ系に行くんですけども、今月もう重大な地球の転機が訪れまして、なんと加藤京都駅店ってあるんですよ。そこでしか買えないものを地球堂で仕入れたんですよ。今回何かと言いますと、じゃん C621。僕ねあんまり電化詳しくないんで、そこは C621 だとかなんか呼び方があるかもしれないですけど、なんかデゴイチみたいな言い方あるじゃないですか。いや、わかんない。いや、僕なんかそこに対する恐怖感があるんですよ。こう名前間違うなよみたいなね。C621、白に掘られるわ。これが広島運転所のデザインのやつなんですよ。これが京都駅店でしか売ってないんですよ。これちゃんとね、これ書いてあるんですよ。加藤京都駅店特製品っていうね、地球堂にあるんですよ。あともう一つなんですけど EF5881 久し付き広島機関区。これなんで僕仕入れれるようになったんですかね。全然わかんないんですけど、なんか加藤さんから電話があって仕入れていいよと。これだから広島ってついてるからいいよって言っていただいたんですかね。もう本当にもうレア中のレア品なので、何の価値も分かってないこんなところね、店長に、ね、手元なので嫌でしょ。買ってくださいこれ。ちょっと N ゲージ詳しくなりたいな。正式なね読み方ちょっとぜひ教えてもらいたいと思います。もう本当レア中のレアなんでね、おすすめでございます。はい、それでですね、今度は細々したもの。まあ僕は工具が好きなので、地球の模型7割型工具と塗料でできてますからね。じゃん、寿屋さんのキープアウト系のマスキングテープ。ああ、なるほどなるほど。塗装に使うんじゃなくて飾りに使ってくださいと。まあキープアウトなんか使えそうですよね。なんか事件現場ジオラマとかね。まあちょっと限定的すぎるけどね、場面が。まあでもこれ巻いてるだけでも結構かっこいいと思います。続いてはこちら MIK デザイン明日のデカール。水電車の動画作ったじゃないですか。これなんかこう全く新しいデカールなみたいなんで、ちょっとぜひレビューしてみたいと。印刷のインク部分だけが残るような変わったデカールだそうですよ。全然イメージが湧かないので、これもね動画案件です。これちゃんと仕入れますんで、まずはこの MIK デザインの明日のデカールっていうのをね、これチェックしてもらえたらと思います。今これ漢字ですけど、普通のナンバーデカールだったりとか模型とかにあるモールド風ののがあったりとかいろいろありますんでね、これぜひぜひおすすめでございます。デカール関係といえばじゃん、世界の撃墜マークっていうね、このマニアック感良くないですか。日米ドイツフランスお好みの機体に何機撃墜したかを貼ってもらうというね。ちなみにスケールは72分の1と48分の1両方対応してますので、飛行機にぜひ。続きまして、こんだけデカールがあるんですけども、おそらくなんですけどジオラマとかで建物とかにスプレーで落書きする悪い子いるじゃないですか。そういった風のデカール。またニッチさんを見つけてきたでしょうね。すごいんですよこれ。悪い子。悪い子。ほら悪い子。これ今ちょっと薄いフィルムついてるじゃないですか。カラー版をねちょっとこう出してもらえたらと思うんですけど、はい、こんな風なデカールが出ております。あとはこんな変わったデカールもあります。これなんか道路標識っぽいじゃないですか。これ実はよくよく見ると全部昭和レトロなんですよ。これね、昭和レトロなキットって結構いろいろありまして、じゃん、35分の1かき氷機、木製冷蔵庫、この上にかき氷機を乗せてお楽しみくださいってじわるでしょ。これいいよね。テーブルと椅子のセット、木製ゴミ箱、全部見たことない。唯一かき氷ぐらいですかね。ちいまる子ちゃんのオープニングで見たわ。もう見たことあるって言うんですよ。確かに。はい、こんなね昭和レトロも揃えておりますので、はい、続きましてブリックワークスさんのお客さんたちの間ねお姉ちゃんシリーズを呼んでるんですよね。夏なんでビールを持ったね女の子を仕入れみたいです。夏が終わっちゃいました。はい。売れると思ったんだけどな。でもこれ根強いですからね、人気言うて。他もいろいろ仕入れたんで、特にこれなんか僕おすすめなんですよ。これこう宇宙空間をねこう浮遊したような、注文書にさ浮遊って書いてあってなぬって思ってで仕入れてみたら確かにどうやって固定していいかわからないお姉さんのレジンキットですね。レジンキット僕そんなに経験ないんですよ。いつかこう勉強したいですね。
筆塗りに最適な筆も仕入れております。ゴッドハンドさんの産毛シリーズ、今度近々筆について動画を投稿させてもらえたらと思ってるんですけども、5種類出ましたね。でニパコ専用の棚もいただいて、それを一生懸命作ったら2日後に何だったっけ、なんかこうあばよニパコみたいな感じになって僕はもう号泣してるわけですよ。で営業さんに電話したんですよ。ニパコってあれどうなったんですかって言ったら、営業の人がですよ、真面目なトーンで星に帰りましたって営業の人が言うんだから、あ、そうなんだって思うね早く動画投稿してあげればよかったなまあ近々筆について投稿したいと思いますので、はい、お楽しみにしていただければと思います。はい、続きまして業務連絡でございます。地球道真鍮線、皆さん希望していただいてた 0.6、0.7、0.9 そして 0.15 ですね。揃えましたよ0.5 ではダメだったのか全部入れましたよ。絶対買いに来てください業務連絡でした。 0.5 でいいじゃんまあね、いるんですよ 0.6、0.7 が。続きまして紙作りと言いまして、これ全部紙ペーパークラフトなんですけども、こう自分で作るには難しいツタとかですね、雑草とかジオラマにこうめちゃくちゃ使えるんですよね。35分の1とかですかね、主に。まあ使いようによってはノンスケールというような感じではございますけども、まあ本当設定をきちんと大事にされている方なんかはこういうマテリアルはね必要なんじゃないかなと思います。まあ、一応地球道にございますので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。こう溢れんばかりに種類ありますから、今こう本当ごく一部です。もうめっちゃやりますんで、いろいろ見てもらえたらと思います。あとですね、最近モデラーさんが増えたと、いろんなものが足りなくなってきましたので、地球道慌ててツールクリーナーが本当に手に入らなくなってしまったので、こんな時にも強い富士兄弟さんのね、これもうついに1箱買いしましたから、ツールクリーナーでお困りの方はもう地球道ご一報いただけたら。でこれ匂いがないんですよ。威力は変わらずにというか、他のメーカーさんのツールクリーナーと機能はそのままに。で匂いが本当に少なくなってますので、家で塗装される方にもねすごくおすすめなツールクリーナーでございます。はい、続きましてこちらウェーブのハンディクリーナーがですね、これだいぶ前から売れてるんですけど、最近特にめちゃくちゃ売れるんですよ。何個仕入れてもなんか1週間持たないと言いますか、だから本当これ大人気商品ですね。続きましてこちら、これ分かります？骸骨の形してる瓶なんですけど、これ接着剤なんですよ。でこれ完全限定モデルなんですよ。かっこよくない？かっこいいですね。かっこいいと思うよね。一個も売れてないよ本当にこれね、もうかれこれね、ここ 2,3 ヶ月っていう縛りにしたくせに、これ半年以上前に仕入れたやつなんですけど、何なんですかね。僕骸骨入れたら絶対売れるわと思って、しかも限定品で今だけってあったんで、結構まあまあ入れちゃったんですよね、数ね。なんですかね、今の若者には刺さらないんですかね。なんだかわかんないじゃないですか。ああ、そういうこと。確かに全部英語表記なんでね、ちゃんと言っていこう。これはセメダインですと。なんなら普段お使いのセメダインをこれなくなった後にこう続いてね使ってください。転倒防止なんかまるで考えてないんですけど骸骨めちゃくちゃかっこいいと思うんだけどな、なんだろうな、僕はあれですかね、ラルク・アンシエル世代だからですかねそれはハニー歌いながら学校通ってましたよ。そうするとこの骸骨がぶっ刺さるんですけどねブワーみたいな、何なんだろうな、なんか刺さらんのかなはい、最後はですね、書籍部門でございます。最初こちら、じゃん、ガンプラお気楽製作ガイドといいまして、これ実はですね、エアブラシ全く使ってないんですよ。ランナーの最初からついているカラーをそのまま活かして、ガンダムマーカーとか、ウェザリングだけでここまで持っていくっていうね、ライダー・ジョーさんっていうね、僕もちょっとツイッター等で DM させていただきましたけども、すごく素敵な方なので、いつか地球道でねライダー・ジョーさんをお呼びしてこう制作できたらなと思うんですけども、リビングモデラーっていうね新しい代名詞が生まれたようなそんな方ですので、だからお家で塗装環境がない方でもここまで持ってきますよっていう、もうとんでもない本ですから、これ今月出たのでもう本当一押しの本でございます。これ売り切れたらまた仕入れますので、続きましてこちら、僕はモデルアートさんのこの手のシリーズめちゃくちゃ好きなんですよ。これ写真に見えるじゃないですか。これプラモデルなんですよ。すごいっすよね。僕もこの本をずっと読んでるだけでもなんかすごいテンション上がるっていうね、これがちょっとだけ制作場面ある。主に写真多いんですけど、アイディアだけはちょっとくれるっていうね、本当読み物としてもめちゃくちゃいいですよ。これおすすめです。最後ですね、アーマーモデリング2018年8月号と、これも定期的に売れてはいれ売れてはいれをやってますからね、皆さん一番ジオラマで表現したいというのの水に特化したね、売れたら仕入れ売れたら仕入れなので、この 2,3 ヶ月でまた仕入れました。はい、おすすめです。はい、こんな感じですけども、いやー結構喋った気がする
力説しましたね。僕はすごい楽しかったんですけどこれ、23ヶ月に一度こんな感じなのができたらと思いますので、最新キットから南條がこうアンテナに引っかかったレアなものから変なものまで、いろんなものをね紹介していけたらと思いますので、なんていうんですかね、ネットでこういろんなものってこう選べるんですけど、やっぱなんかこう自分で検索していくじゃないですか。自分がね好きだからこういうとこ行くんですけど、本屋さんもそうですし、こういう模型屋さんもそうなんですけど、ここに行って自分のこうアンテナになかったものが引っかかるというかね、こういうのって模型屋さんの良さじゃないかなと思いますので、これを動画でねなんか定期的にお伝えできたらと、そんな使命を背負った動画だったのかはちょっと分かりませんけどなんかちょっとねいいこと言ったような言ってないようななんですけども、こんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これ第2弾していいかどうかもねコメントいろいろいただけたらと思いますけども、僕は楽しかったんでね、やっていきたいと思いますけども、どうもご視聴ありがとうございました。